皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん私またライト買っちゃいました。私ね、植物とかアクアリウム、当然好きでやってるんですけど、その植物よりもね、なんかライトの方が好きなんちゃうかなっていうぐらいね、なんかもうね、ライト買っちゃうんですよ。はい、そんな無類のライト好きの私、またまたいいライト見つけちゃったかもしれません。はい、ということでまたライトのご紹介ということで、立て続けにね、高コスパライトのご紹介をさせてもらっております。で、今回もかなりね、これ、いやもうコスパ高い、またコスパ高いライトですよ。で、ライトといえば、このスポット型ライト、はい、インテリア性もですね、非常に高くて、そしてね、一株を照らすっていう意味では、もうこれが一番ベストと言ってもいいと思います。で、非常にこのコスパの高いライトっていうのもたくさん出ておりますので、このスポット型ライト、はい、私は非常におすすめです。で、それだけじゃなくて、ライトといえば、パネル型ライト、これもね、非常に広範囲を均一に照らすことができるという意味では、非常にこれもですね、育成がしやすくて使いやすいライトということになるかと思います。で、今回なんですが、実はこのスポット型ライトとパネル型ライト、これをね、組み合わせたようなライトが実はあるんです。それがこちら。株式会社バレルさんからロキオクタゴン 50W になります。19,900円。はい、というね、非常に、高いと言いますかね。お値段は結構するこちらのライトなんですが、そう、バレルさん、皆さんご存知でしょうか。はい、皆さんご存知、アマテラスとかつくよみ LED を発売されているメーカーさんになりまして、例えばブリムさんとかハルデザインさん、非常にね、安くて高コスパのライトを出されている。それに対してバレルさんはですね、非常におしゃれで、はい、しかも高性能なライトを出されているという私はイメージを持っております。はい、しかもネーミングセンスがね、これロキって多分北欧神話かなんかの神様とかですかね、はい、とかね、アマテラツクミとか非常にですね、名前もね、なんていうかもう私好みの、はい、そういうかっこいい名前をされております。そしてこのライト実はですね、3年保証がついております。いや、この3年って結構すごいですよね。3年保証といえば、京セラの生き物電気は、あれもね、3年保証になるんですけど、このなかなかですね、3年保証ついているようなライトっていうのは、いや、非常にこの自信の表れと言えると思いますし、この辺がね、バレルさんのいいところ。はい、ということで出てきました。こちらが、ロキオクタゴンになります。いや、非常にこれね、重いです。その重さ 756g っていうことで、一般的なスポット型ライトの2倍近くね、これあるんですよ。でね、形これ見てください。オクタゴンっていうのは八角形のね、ことだということで、こんな風に八角形の形状をしております。でまずこの見た目がね、非常にかっこいいっていうのがやっぱりこのライトのね、まず大きな特徴ですよね。そしてこのように LED 素子がたくさんずらーっと並んでいる、そんな形のライトになります。このロキといえばロキ350というパネルライトが実はありまして、 100W のね、ものがあるんです。でこれはそちらに対して 50W という約半分になっております。はい、では早速スペックのご紹介になります。ロキオクタゴン 50W、 低角電力 50W、 照度は照射距離 40cm で 26,500 ルクスから 28,000 ルクス、 PPFD も同じく 40cm の照射距離で610から620マイクロモル。そしてこちら実はアプリを使いまして調光と調色ができまして、色温度が3000ケルビンから5000ケルビンで色温度を自由に変えることができます。そして炎色性が RA96 ということで、非常にこれね、太陽光に近い波長をしているということになるんです。ただですね、これ実はバレルさんから公式にこの波長を出しているデータっていうのはホームページとかには載ってないんですよね。でこれに関しては他の実は YouTube されている方、もう私より全然有名な方がですね、このロキ、オクタゴン 50W のご紹介されていて、でバレルさんからその波長データもらってますっていうのでね、載せて出しちゃったので、ぜひそのあたりも調べてみていただけたらと思います。ちょっとね、私許可取ってないんで、ここでお名前出すのは伏せさせていただきます。で続いて製品寸法サイズですね。実はこれ結構でかいんですよ。で 210mm×210mm、 高さが 95mm っていうことで、
まあまあな実は大きさです。で、それに伴って重さも 756g ということで、普通のスポット型ライトよりも非常にこれ大きいサイズになっております。はい、実はこのね、大きさがこのライトの最大の特徴になります。はい、でこれで私も買って気づいたというか、買う前ちゃんと考えてなかったんですが、これスポットライトじゃないです。はい、これ実はね、パネルライトのジャンルに入ると思います。やっぱりスポット型ライトってこの一つのね LED 素子、1点からこう集中してパーッとね照らしていくタイプになるんですが、これ見てもらったら分かる通り、この LED の素子が非常にねこうたくさんこう配列されてますよね。これがまさしくパネル型ライトの特徴なんですよ。いや、じゃあパネル型ライトでいいやんと思われたそこのあなた、違うんですよ。やっぱりねこれかっこいいでしょ。いや、やっぱこのね、私見た目っていうのがやっぱ一番これ魅力だと思ってまして、やっぱパネル型ライトってどれもね言ったら板なんですよね。正直その私的にはですよ、私の好み的にはやっぱパネル型ライトってなんか味気なくね、見た目あんまり好きじゃないんですよ。で、それに対してこちらこの八角形、なんで八角形を採用したかっていうと、絶対かっこいいからですよ。で、普通のスポットライトと同じくこれね E26 口径を採用しておりますので、いわゆる吊り下げ型のペンダントとかでね、使えるんですよね。そういう意味では、ちょっとねこれスポット型ライトとパネル型ライトのこういいとこ取りをしたようなライトになってるんじゃないかなと思います。じゃあスポット型ライトとどれぐらい違うねんっていうのをね、実際皆さんにお見せしたいと思います。はい、こちらはですね、ブリムさんのコスモです。約45センチの距離の照度を測っていきたいと思います。まずは中心点。ちなみに周光レンズはつけておりませんで、反射板はつけた状態にしております。はい、中心点がですね、これが、はい、47200ルクスになります。周光レンズつけてないとはいえ、やはりですね、このスポット型ライトっていうのは中心に光が集まっていきます。では、5センチ離したところ、5センチ離したら、やはりね、結構これね、落ちてきます。27400ルクス。はい、ということで2万ルクスもね落ちました。さあ、ではどんどん離していきます。お次は10センチ離した状態。見た目ではもうね結構暗いような風に見えると思うんですが、さあ10センチ中心点から離したらスポット型ライトはなんと6018ルクス、めちゃくちゃ落ちました。さらに行きましょう。15センチ離した状態、中心から15センチ離した状態のこの照度がこちら4035ルクス。いや、めちゃくちゃ下がりましたね。もうちょっとねスポット型ライトとしてはかなり限界値が来てると思うんですが、一応ね、最後20センチも測っておきます。中心から20センチ離したスポット型ライトの光が2983ルクス。もう正直これはねもう全然光が届いてないと言えると思います。さあ、ではお次はロッキーオクタゴン 50W になります。ワット数が全然これ 20W と 50W で、全くね 2.5 倍ぐらいありますので、そのね差はあるとはいえ、さあどうでしょうか。まずは中心点。はい、出ました。29700ルクス。やはりですね、先ほどのスポット型ライトと比べると中心点は若干照度落ちますよね。さあ、ではどんどんいきましょう。5センチ離した状態です。中心点から5センチ離した状態が26000ルクス。やはりですね、それほど落ちていない。さあ、では10センチではどうでしょうか。まだまだ見た目では明るいです。中心点から10センチ離した状態がこちら。20400ルクス。いや、これもまだね、だいぶ高いですよね。さっきのコスモでこれで6000ぐらいでしたからね、もうこの時点でも全く違います。さあ、どんどんいきます。次は15センチ離した状態。15センチ離した状態が、はい、こちら。14500ルクス。さすがにちょっと落ちてきましたが、それでもまだ高い数値を保っております。さあ、見た目ではまだちょっと明るいですね。20センチ離れた状態が9929ルクス。ちょっと1万ねギリ割ったぐらいですね。スポット型ライトと比べたらもう全然違うっていう感じですかね。さあ、では25センチ離したらどうでしょうか。さすがにここまで来るとね、かなり離れております。直径で言ったら50センチですから6439ルクス。まだね、まだなんとかいけるかなっていうぐらい。さあ、では最後
30センチ離したらどうなるのか。これもね、ちょっともう見た目ではだいぶ暗いんでどうでしょうか。やはり4318ルクスと、もうちょっとこの辺はね、限界が来てるかなという感じです。やはりね、先ほどの当たり方を見ると、パネルライトに近い感じっていうのがね、分かっていただけたかと思います。で、実際にね、株に当てた感じっていうのも、またちょっと見てみたいんですが、これはですね、ブリムさんのコスモ、反射板も外した状態で、当てている株になります。高さは多分ね、30センチないぐらいだと思います。で、中心見ると、これで1万ルクスなので、やっぱりね、反射板ないと、このスポット型ライトっていうのはかなりね、光が分散してしまいます。で、ちょっと離したところだと、はい、こんな風にですね、5188ルクス。やっぱりこれだとちょっとアガベ厳しいかなっていう感じです。で、それに対して、はい、こちら、ロキです。もう見た目で全然違うんですけど、中心あたりこれ見てください。55,900ルクスということで、いや、非常にですね、やっぱりこれぐらい近づけると、かなり強い光ですよね。で、この辺、さっき端っこ測ったら全然出てない、これが16,400ルクスということで、やっぱりさすがに落ちますが、それでもね、そこそこ高い数値を保っています。はい。で、色温度をね、ちょっと変更を試しておきます。こんな風に色温度をね、低くしたり高くしたりっていうのをアプリで変更することがこのようにできます。さあ、では気になる方もいらっしゃるかと思います。やっぱりね、アクアリウムでも使えるかを試してみたい。はい。これはですね、もともと生き物電球を水面から75センチの高さから照らしている水槽になります。苔だらけの状態でね、ちょっとお見苦しいんですが、その辺はご容赦いただいて、こちらは今、生き物電球で照らしているような状態になります。さあ、これを変えてみたいと思います。水面からの高さは約40センチ、調光できますので、この辺はね、自分の好みのところに置けるっていうのがメリットになります。今はですね、1% ということで、もうめちゃくちゃ微弱な光、これをですね、こんな風に、はい、バーでね、こうスライドすることで、シームレスに光の強さを変えることができます。これ 100% でもね、そんなに明るくないと思われるかもしれませんが、カメラの F 値をね、だいぶ絞っております。はい。で、しかも色温度こんな風にですね、こちらもこういう風に、はい、スライドをすることで変更ができます。アクアリウムで使うっていうね、これパッと見た感じはですね、やっぱりね、パネル型ライトに近いので、スポット型ライトの特徴であるこのね、なんかこう水面の、揺れであったりとか、そういうね、影の演出とか、そういうのはちょっとね、やっぱり弱いかなと、そういう用途ではないんじゃないかなっていうように、私は感じています。で、あとはね、この専用のアプリで、この4種類のシーン設定で、気分に合わせてこう空間を演出できるとか、そういうね、機能もついてたりします。で、これね、なんとなくですけど、私、英語がね、あんまりわかりませんので、ちょっとこれね、使いづらいですね。アプリがね、ちょっと使いづらいっていうのは、一つこれは欠点かなと、もうパッと見でね、これよくわかんないんですよ。この辺はね、後からでもいくらでもアップデートして改善できる部分だと思いますので、ぜひバレルさんお願いします。はい、ということでですね、これ、ライトのね、オンオフとかも、このアプリで実はこのタイマーで設定できたりだとか、照度とか色温度をね、こうスケジュール管理できますので、自分好みのこの点灯の仕方、消灯の仕方っていうのが、できるということみたいです。ただこれは Wi-Fi 環境が必要になりますので、その辺はご注意いただければと思います。はい。で、お値段19,900円かということでね、お値段しますので、じゃあスポットライト複数台使えばええやんとね、思われる方いらっしゃると思うんですが、それはまたちょっと違うかなと思っていまして、20W 級ね、3つ揃えたら 60W で大体同じっていう風に考えることもできるんですが、やっぱりスポット型ライトだと、このね、やっぱりこう光の当たり方にどうしてもこうムラが出てきてしまうと。で、しかも見た目もどうしてもごちゃごちゃしてしまいますので、そう考えるとこのオクタゴン、一つだけでこう完結するっていうところを考えると非常にこれはですね、メリットなのかなと思います。見た目シャワーヘッドみたいっていう人もいるかもしれませんね。ちょっと高級なホテルでめちゃくちゃ水量で、勢い弱いようなちょろちょろ出るタイプなシャワーヘッドみたいな形っていうね、気持ちもわからんでもないですけど、この辺はね、人の好みの問題になってくるかなっていうところで、私は非常にね、これかっこいいかなと思っています。やっぱりパネル型ライトは見た目ちょっとなっていう方で、しかもスポット型ライトみたいにね、こうかっこよく使いたいっていう方には非常にね、これおすすめなのかなと思います。
はい。で、最後注意点なんですが、これね、結構重いんですよね。ですので、こんな風にちょっと角度をつけたい、このアームタイプのものだと、ちょっとこの重さに耐えきれず、はい、こんな風に負けてダランとなってしまいます。はい。ですので、この辺ね、アームかなり強い、バレルさんから出てるものありますので、そういったものを使うっていうのは一つの手だとは思います。はい。で、これちょっと重くて、しかもね、掴みづらいっていうところがありまして、もう私、早速ね、落としました。アガベの上に。はい。で、ちょっと傷つけちゃいました。そういうデメリットもね、あるので、この辺はご注意ください。で、あとは皆さん結構ね、スマートタップで、このダクトレールとかで一括で、こう管理されている、こうオンオフを管理されている方って多いと思うんですが、これも一応ね、電源がオフ状態でも前の記憶っていうのは引き継いでるというふうには記載されておりましたので、おそらくね、こう、併用してもできるんちゃうかなと思ってるんですが、その辺いかんせん私もですね、使い始めたばっかりですので、もうちょっとこの辺は使ってみないと、確実なことはね、言えないかなとは思っています。はい、ということで今回はロキオクタゴン 50W のレビューをしてきました。今回私ですね、ブラックを購入したんですが、実はこれホワイトの2色展開になっております。で、ホワイトこれちょっとね、見たんですけど、この縁がね、このライトの縁がなんか光るように見えるんですよね。ちょっとこうなんでしょうか、透け感があるのか、素材自体に、透け感があるようなホワイトなのか、ちょっとこの辺とブラック、若干違いありますので、ぜひその辺皆さんね、よく調べていただいて、お好みの方をご購入いただければと思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。